ですよ、それでも。だからなんか日本の天気、ちょっと毎日すごい極端です。なんか島国だから、大陸じゃないから天気がすぐ変わります。いや、普通のサウダーで、これがカンパーニュ。まだ小さいです。これもっと大きくなります。全然。この店は、5年ですけど、その前になんか自宅でなんかパン作って、もうパン作ってるのは25年です。カンパーニュ、ブリオッシュ、でも全部のパンに天然酵母入ってますけど、天然酵母だけのパンと、あとミックスしてるパンあります。そうですね、17か20種類のパンは1日作ってます。アメリカは最初はいつまで、何歳までアメリカ？生まれから8歳までで、なんか8歳の時、なんか日本に来て。その頃のアメリカのパンっていうのはどういうパンだったの？なんか美味しくなかった。それしか覚えてない。なんか美味しいパンなかった。だから食べてなかった。今みたいな私作ってるパンはなかった。どういうパンが主流なんですか？南部はなんか食パン、白いの、ふわふわの、3個で1ドル、100円で買えるような安いパン、結構そういうの多かったかもしれないけど、なんかそういうの食べなかった。あと何食べた？まあその感じかな。あとベーグル食べた、よく食べた。あとは食べなかった。日本のパンはあった。なんか今思い出した。なんか葉山に住んでるところのすぐ中学校があって、そこになんかモンジュールの店があって、そこデニッシュがすごい美味しかったの。パイナップルが入ってるデニッシュと、あとコーヒー、なんかコーヒーが入ってるデニッシュ、あとそこのパウンドケーキすごい美味しかった。バスの停留所がそこだった。だからいつも匂いで、朝6時になんかもうパンの匂いしてて、日本のパンがこんなに美味しいのびっくりした。アメリカはそういう美味しいフランスみたいなパンはなかったから。それアメリカで食べたことないような。なんかないもの。もうびっくりした。アメリカのものはなんかそういうなかったの、時。上品な感じのものがなかった。あとバゲットも美味しかった。バゲット親買ってたかもしれないけど、私バゲット買うお金なかった。ちょっと高い。そうか、でもバゲットもその時に食べてたバゲットも美味しかったんですか？なんか美味しかった。パン美味しかった、すごい。でもあれすごいみんな普通のイースターのパンと思いますけど。パンを作っている時の面白さとかってあったりするのかとか、どんな時に面白いなと思ったりします？はい、どんな時？でも大体なんか何かのミステイクでなんかいいものが生まれてくるの。それすごい経験いっぱいあります。でそこなんか失敗するとなんかまた自分が成長してなんか他のもの違うものに生まれていく。面白い。だから何が面白いかなんか毎日が違う。やっぱりなんかいいと思って焼いたらちょっとダメだった。なんか失敗したと思って焼いてみたらすごいうまくいったとか、ライフ感がある。だから毎日違います。だから何が起きるのわからない。それ大好き。この20年振り返ると何が一番大変だったとかってあります？でも本当に今なんかやっと慣れてきてるけど、でも本当に最初店作った時もう死ぬと思ったぐらい、なんかやっぱり私とジン2人であとレジの人でもう死ぬと思ったぐらい疲れてた。そんな大変だったんですか？なんかそんなに大変だった。あとメニューは
何するのわかんない。だからどこの新しいパン屋さんそう。だから自分作りたいものがあるかもしれないけど、お客さん何買いたい？やっぱり自分のポリシーがあって、もうこれを作る。でもとにかく売れなくても頑張って作り続けて、でやっとお客さん分かってくれる。一番大変。あとなんかもう一つの話だけど、自分が女性でなんかパン作りたいだけど、みんななんかあなたはできないと思ってる。あと外国人の女性、やっぱり材料探してるけど、なんかその業者がなんか真面目に私の話聞いてくれないとか、電話してなんか問い合わせしましたけど、会心の電話来ないし、なんか女性できないと思った。なんかそういうのある、いっぱい。でもやっぱり男の人やってること女性でも何でもできると思います。だからあとここの町はすごい歴史があるから、でも私ここは落ち着く。だからまあ私たちは落ち着くで、なんか人はいいし、この町気に入ってる。アメリカに帰りたくもならないです。なんか帰れない。帰って住まない。日本の方が合ってる。ここ落ち着く。でも帽子ニューヨークシティだから。あ、そうね。帰りたいかな。帰りたいと思う。だから自分がどこから来たのを忘れない。日本人それあるんじゃない？戻りたい。結構海外の生活で日本に戻る人が多いかもしれないけど、私は逆かもしれない。